はい、こんにちは。森のワークベンチ、ザワキョンでございます。じゃあ今日からですね、トヨタの GR86 の方を始めたいと思います。飛行機の方がもうぼちぼちケツが見えてきたのと、あとは実はちょっとした失敗やっちゃってね、気分転換したいなってことでこのトヨタ GR86 出してきました。ちょっと遅ればせながらって感じですね。発売されてから結構経ってるからね。とりあえず今日は仮組みなのか、何なのかって部分なんですけどね。僕ももうこれ中見るのは初めてってわけじゃないですけど、買ってから見てますけれどもね、作ろうかなと思って開けるのは初めてですね。じゃあちょっと中の方を見ていきましょうかね。でね、実は前の86って作ってないんですよ。模型から離れてた頃にね出たやつだから、やっぱこう最近のタミヤのキットっていうのは部品割りとか組み立て方とか今までやってたのとだいぶ違うっていうのがね多いから、まずボディですね。ボディもパーティングラインがもう例によってどこにあるんじゃらほいって感じだと思いますね。特にエンジンフードが今回ねディスプレイモデルなんで、エンジンがちょっと変わった形なんですけどね、そこを上げ底式のエンジンっていうかね、これパーティングラインどこだクリアパーツ、最近のタミヤのクリアパーツですね。タブがウィンドウのタブがとってもでかい。開墾の儀ってわけじゃないですけどね。でもこの辺すごいな。これエンジンはスバルの水平対向なんでなるほどね。そういうことね。すごいな、なんかファントムの主翼の真ん中のエアドアのところの中を彷彿とさせるようなモールドですね。今足回りのパーツ、あとはインテークマニホールド、マフラー、液パイ、このグリルがね実写通りの G の字ピント合うかな。この G の文字をアレンジしたデザインってことです。で非常にでもいけるかな、裏から削って穴開けられるかな。いやちょっと厳しいんだけど、上半分はね多分実写でも上っていうかこっちが下になるのかな、実写でもこう塞がってると思うんですよ。こっち僕の指のある方が深いので、これ裏から削って開口できるかな。1ミリぐらいあると思います。でメッキパーツはだいたいライトとマフラーですね。
マフラーはどうだろう、5ミリぐらい奥行きがあります。でインテリア関係ですね。あとアンダーパネルとか、この辺も細いな。ワイパーも使えるんじゃないですかね。今回はそんなにいつも通りの組み立てですね。ほぼほぼ素組みになると思います。グリーどうしようかな。組んでみてエンジンとか取り付けてみてね、実写の写真と比べて、これをやるとリアルになるんじゃねえのっていう部分は手をつけてみようかなと思うんですけど、実はちょっと手をつけてる他のキットもあるんですよ。ただそれはちょっと特殊なことをやってるんで、またその特殊なことが超絶時間かかりそうなんで、他のキット作りながらゆっくりその作業すればいいのかなって感じなんですよ。ツイッターなんかね、フォロワーさんだった場合はそのあたりの写真もね上げてはいるんですけど、でもちろんこんな600番なんてのでやってるんで、これにこのまんま色をのせると今のヤスリ傷が目立っちゃいますから、それは当然サフェーサーを拭いて今削ってるところだけ磨く、あるいは今この段階で800番ぐらいのこういった研磨スポンジでね、今の傷を鳴らしていってもいいですし、ただその傷の確認のためにサフェーサーは塗りますけどね。リアサスの、パーツでこの両端の両側のパーツね、パーツ番号 F8 と F7、 これは一緒の色なんで接着しちゃいました。それ以外のパーツは仮組みなので、ごく微量の接着剤で仮に留めます。止まるかな。どうしてもテープとかでやれば一番いいんですけどね。テープは限界があるし、両面テープは剥がれなくなるし、で両面テープの厚みがあってね、どうにもこうにもうまくいかない。今のデフギアを取り付けてからサスペンションのこれは何だろう、アームかな、これも仮止めですね。で今の量の接着剤だったらこれ下手すればポッと持っただけで外れてくる可能性はあるんですけどね、外れたらまた同じことすりゃいいんで。あとは仮組みやるのは組み立ての確認ですね。ほんとポカが多いんで最近怖いんですよ。で多分これ間違いないと思うけどな。フロントのねブレーキとリアのブレーキと似てるんですよ、キャリパーの形が。
から裏中外しちゃうと分かんなくなるけど、多分切り欠きのある場所が違うんじゃないのかな。インスト見ればキャリパーの形で判断できるのかな。でこれポリキャップ入れてって形なんですけど、ポリキャップ入れちゃうとね、ホイールがきついんで、今やってるのは仮組みですからポリキャップ入れないです。むしろある程度そのホイールをフリーにしておきたい。フリーにしておくとどうなるのかなっていうのを、フリーにして仮組み進めることができるかどうか、もうちょっと見てみたいだけですけどね。だってとりあえずこの形見れればいいんでね、今こう置けば落ちちゃいますからね。車高とかね見れればいいので、とりあえずこれでリアサスペンション終了。とりあえず下の方は、仮組み終了ですね。面白いなと思ったのが、全体にちょっと部品割りは面白いんですけどね、細かい部分ですが、このステアリングの真ん中のホーンボタンかな、これ別部品なんですよ。この真ん中の丸いとこだけだから、ここのこうディテールがかっちりしてるというかね、ダルではないんですよね。それからドアのアームレストのところ、これ僕の指向こう側見えてますね。こう貫通してるんですよね。この三角のパーツがこう内張りになってると。で当然ここに裏側黒く塗ったボディが来るんで、こうなると、そうするともうおのずと奥行きが出るんですよね。実写でも結構深いこうくぼみになってるんですけれども、ここで奥行きをつけられると。あとシートバッグがね、これはどうなのかな。下半分がないんです。上半分だけなんですよ、シートバッグ。ただ実際はここに屋根が来ますからね、おそらくここもほぼほぼ見えない、わかんないんじゃないのかなと思いますけど、ちょっとね今こうやって見るとこう中のなんていうのかな、こうカコカコってなってるところがちょっと光って見えちゃうんですよ。これはあくまでもこの屋根が乗ってない状態で見るとね、光の入り方によってはリアウィンドウから見えちゃうのかな。これはこの中の光の反射が少ない黒ですね。もうちょっと使ってみようと思います。アクリル絵の具でそういう絵の具があるんで、最近はなんかペンタブラック並みに反射しないのも出てきたみたいですけど、そこまでは僕持ってないんでね。あとエンジンルームもなかなかいい感じなので、色を塗ればもっと精密感が出ると思います。若干ちょっとねパイピングどうかな。現行車両ってあんまりこうごちゃごちゃパイピングするとちょっとうるさいなって感じがするんで、ちょこっとだけパイピングできたらやってみましょうかね。
やんないかもしれないです。気分次第ですね、その辺は。じゃあボディの方、仮組み進めてみます。はい、仮組み終了です。ですね、まあシャシの方は前お話しした内容ですね。プラスしたのが液パイぐらいかな。タイヤと液パイ。タイヤはもうこのようにポリキャップ入れてないんでスッコンスコンです。で今ちょっとね持ち上げただけでサスペンションが崩壊しかかってるんで、まあなのでほんのちょっとの接着剤だとこういう感じですね。持ち上げるだけで重量でパキッと外れちゃう。でまあそんな形でなんとか形にはなりました。ボディの方はまあ流し込み以外にゴリラグルーとか、あとはセメダインの X スーパー X だっけかな、あれでくっつけたとこもあります。で今ちょっとこのナンバーフロントのナンバーだけ今取り付けたんでね、ゴリラグルーで落ちますからこうテープで留めてあります。今回珍しく全てのパーツを取り付けちゃいました結局で。ですね、まずかなりはめ合わせ看合性がね非常にタイト、パキッパキってはまっていくんですよ。だからこの後塗装ボディなんか塗装した後におそらくサイドウィンドウなんかは塗膜でねうまくはまらないようなところ出てくると思います。ただまあ僕は、ウィンドウ側で調整しようかなと思ってますね。レーンストリップもこれこんな感じで別パーツなんですけどね、ピヨンって今剥がれてきちゃったけど、これはどうだろう、塗膜ここつくかなって感じがするんですよ。この方向から吹きつけますからつくかな。こうね溝の部分なんで、こっちがレインストリップ側を削ってやればいいんじゃないのかな。あとね予定ではサイドシールなんかこれね今向こう側取り掛かってますけどね、サイドシールなんかもその剥がせる接着剤で仮止めして、もう今のこの流し込みちょんちょんで仮止めでもいいんですけど、仮止めの状態でくっつけこの形で塗っちゃって、で塗装後外して研ぎ出しやった方が楽だと思います。結局この入り墨があるんでね、入り墨がここが研ぎ出し、これ外した方が綺麗にできますから、外して削りたいんですよ、研磨したいんですよ。バンパーに関してもトランクリットじゃねえや、トランクリットか、リアゲートじゃないもんね。トランクリットのこのなんだこれ、ダクテール、アヒルの尻尾の部分ですね。これはリアのライトが収まらないとつけることができないので、これもボディ側に仮止めの形で塗れば色の合わせはできると思いますからね。あっちこっち仮止めの状態で塗装しちゃいますかね。で剥がして研ぎ出ししない方法もあるけれども、僕はちょっと
薄い塗料、塗膜を薄くする。あまりちょっと自信ないです。薄い塗料を使えば、あれですね、クリアの時やってるみたいに、中取りやってその後のクリア薄くして塗ってるじゃないですか。その塗り重ねで仕上げていくのであれば、サフェーサー、サフは吹きますよね。今回このボディ側はね、研磨は全くいらないですね。まずパーティングラインが見当たらないです。あるんですけれども、ここのエンジンフードの乗っかるところ、エッジの部分ですね、フェンダーの上のエッジの部分、ここはほんの若干こうそぎ上がってるんで、この角の部分がパーティングラインだと思います。そんな感じでスーッと隠れている部分でパーティングラインがしてるはずなんですけど、それはもう削る必要ない、全然見えないものなんで、引けも全くないですね。引けいろいろ探してたけど、ちょっとフロントフェンダーの上が甘いかな。全体にプラの表面の状態もすごくいいので、研磨の必要はないでしょう。なんか落ちた。プラ独特の細かい凹凸ですか、波打ってるような、それは当然あるんですけど、よく見れば、でなきゃもっと光ってますからね、反射してますからね。それはサフェーサー塗っちゃえば全く消えるものなんで、もし薄い塗料を重ねていくんであれば、サフェーサーからその番手の高い、細かい、例えば2000番3000番あたりで一旦サフェーサーを削って、で塗り重ねていく方がいいと思いますね。研ぎ出しどうしようかな。一回それでやってみるか。サフェーサーをある程度の仕上げに近い番手で磨いて、でその上に薄い塗料を重ねていく。で色なんですけど、赤は嫌なんですよ、白も嫌なんですよ。何色がいいかな。黒かね、ガンメタか紺色。紺色の車ってなかなか作る機会がないんで、紺色にしますかね。黒もかっこいいんだけどね。紺色ちょっと作んないといけないかもしれない。どの色がいいかちょっと分かんない。全然検討してないんで、色に関してはまだ。こんな感じで仮組みをしました。ナンバープレートの方固定できたんで、ボディの方、これ仮組みなんでね、乗っけるとぶっ壊れるだけかなと思ったけども、今回取り付け方が無理のない取り付け方、スコーンって収まるんですよ。結構今まで広げてグイッと入れてたんですけど、そういうのがないんでね、簡単につきました。塗装に関してはちょっと方法を考察してみます。考察ってほどじゃなく、今までやってるやり方からね、何かまた新たに分岐派生させるっていうかね、こんな感じで簡単に外れるんですよ。じゃあバラしていきます。でバラす時に部品をなくさないようにねしないといけないんで、
もういきなりミラー落ちてますからね。こんな感じでパキンパキン剥がれてって、そんなに接着してたところも汚くはなってないんで、ちなみにボンネットのヒンジはもうしっかり接着してあります。外れない。あ、いったいった。裏側はこんな感じでマステで留めてあります。ある程度接着面積がある程度以上大きいとちょっとうまくできなかったんで、そういうとこはテープ使ってますね。よいしょよいしょと。で、部品をなくさないようにか。でゴリラグルーにしろスーパー X にしろ、こう膜が張ってると本ちゃんの接着ができないので、この膜はちゃんと剥がしとかないといけないですね。クリアパーツはね、キムワイプで1枚ずつ包んで保管した方がいいですね。まあライトなのちっちゃいのはいいんですけど、インドなんかは傷がついちゃうとね目立つので、ティッシュじゃダメですね。ティッシュはかえって傷つけちゃいますから。またこの86はね、どうするかな。ここで動画上げちゃったんでね、また飛行機のプラモと交互に、大体交互にね、あくまでも大体ですお送りすることになると思います。じゃあ次回はどうしようかな。ボディの塗装からやるかな、いつものようにね。それではまた。